レッスン1、おしゃれな発見。こんにちは、アンナ。最近みんなが着ている新しいベルトバッグを見たことがありますか？こんにちは、ジョン。はい。彼らは今とてもトレンディーです。自分でも買おうと思ってたんだ。本当に、ベルトバッグはどこで探す予定なの？ダウンタウンにアクセサリーを豊富に取り揃えた新しいブティックがあると聞きました。そこから始めるかもしれない。それは良い考えのように思えます。ネットでも素敵なベルトバッグを見たことがあります。別のウェブサイトもチェックできるかもしれません。それは素晴らしい提案です。私も間違いなくオンラインでも閲覧します。何かおすすめはありますか？さて、ファッションアクセサリーを専門とする人気のオンラインストアがあると聞きました。幅広い選択肢があります。ああ、私はあなたが話している人を知っていると思います。彼らは常に最新のトレンドを取り入れています。思い出させてくれてありがとう。問題ない。購入する前に、様々なオプションを検討することをお勧めします。何かユニークなものが見つかるかもしれません。絶対に。何が見つかるか楽しみです。ところで、ベルトバッグのスタイリングのコツはありますか？間違いない。ベルトバッグをスタイリングする一つの方法は、ウエストに巻くのではなく胸にかぶせることです。よりモダンでエッジの効いた外観になります。それは素晴らしいヒントです。そのことは心に留めておきます。他に何か提案は？もう一つのアイデアは、シンプルなドレスやジーンズと T シャツと合わせることです。ベルトバッグをコーディネートのステートメントピースにしましょう。私はそのアイデアが大好きです。シンプルな服にポップな色や質感を加えるのに最適な方法です。まさに。そして、様々な着用方法を試すことを忘れないでください。長さが十分あれば、通常のベルトとして着用してみることもできます。ああ、そんなこと考えたこともなかった。ご提案ありがとうございます。どういたしまして。きっとベルトバッグのトレンドを揺るがすでしょう。かっこいいものを見つけたら教えて。やります。ご協力いただきありがとうございます。検索を始めることができて本当にワクワクしています。問題ありません。楽しくハッピーなショッピングを。レッスン2、道への探求。アンナさん、こんにちは。馴染みのない場所に行ったことはありますか？それらの課題をどのように克服しましたか？こんにちは。はい、私は以前そのような状況にあったことがあります。知らない場所にいるときは、できるだけ多くの情報を集めるようにしています。それは賢いアプローチです。普段、どうやって情報を集めますか？一つの方法は、地元の人におすすめを聞くことです。彼らはベストスポットを知っていて、貴重な洞察を与えてくれます。それは素晴らしいヒントです。地元の人々と交流することで、観光ガイドには載っていないかもしれない隠れた名所を発見することができます。絶対に。また、新しい場所を訪れる前にオンラインでリサーチしておくと便利です。役立つ情報を提供する旅行ブログやウェブサイトを探しています。研究は確かに重要です。また、人々が自分の経験を共有したり、
ヒントを与えたりする旅行フォーラムを読むのも好きです。それはいい考えだ。他の旅行者から直接体験を聞くことで、何が期待できるかをよりよく理解できます。馴染みのない場所でのもう一つの課題は、言葉の壁です。どうやって対処しているんですか？挨拶や簡単なお願いなど、現地の言葉でいくつかの基本的なフレーズを覚えるようにしています。地元の人とのコミュニケーションに役立ちます。基本的なフレーズを学ぶことは、慣れ親しみ、地元の文化への敬意を示すのに最適な方法です。旅行中も同じことをします。はい、大きな違いがあります。たとえあなたがその言語を流暢に話せなくても、人々は努力に感謝します。絶対に。また、ジェスチャーやポインティングなどの非言語コミュニケーションを使うと、メッセージを伝えるのに非常に効果的であることが分かりました。非言語コミュニケーションは普遍的です。適切な言葉が見つからない場合に最適な代替手段です。本当。もう一つの課題は、馴染みのない交通システムをナビゲートすることです。どうやって対処するんですか？私は通常、事前に現地の交通手段を調べます。地図、ルート、必要なパスやチケットをチェックします。それは良い戦略です。また、交通ハブのスタッフに道順や援助を求めることも役に立ちます。はい、彼らは大抵知識が豊富で、あなたを正しい方向に導くことができます。私はそのアプローチでポジティブな経験をしてきました。それを聞いてよかった。馴染みのない場所で課題を克服するのは大変なことですが、個人の成長と発見の機会でもあります。絶対に。それは私たちを快適ゾーンから追い出し、新しい環境での学習と適応を可能にします。それは本当です。それはすべて未知の世界を探検する冒険の一部です。間違いなく。そして、課題を克服するたびに、自信と有能な旅行者が増えます。よく言った。馴染みのない場所をナビゲートするための洞察とヒントを共有していただきありがとうございます。レッスン3、創造性の醸造。アンナさん、こんにちは。さまざまなビールのフレーバーを試したことはありますか？可能性は無限大です。こんにちは。はい、醸造に手を出して、いくつかのユニークな組み合わせを試しました。シトラス風味の IPA とチョコレートスタウトを作りました。それは魅力的に聞こえます。どうやってそのフレーバーをビールに注入したんですか？シトラス風味の IPA には、醸造の過程でシトラスピールを混ぜて加えました。これにより、ビールはすっきりとしたピリッとした味わいになりました。それは素晴らしいアイデアです。シトラスのフレーバーは、従来の IPA に素敵なひねりを加えることができます。チョコレートスタウトはいかがですか？チョコレートスタウトには、カカオニブとバニラビーンズを入れました。ダークチョコレートを思わせる濃厚でビロードのような味わいができました。うわぁ、それは大敗的なご褒美だったに違いありません。これらのフレーバーの組み合わせは、ご自身で思いついたのですか？はい、実験してユニークなひねりを出すのが大好きです。相性が良く、相性の良いフレーバーを見つけることがすべてです。あなたの創造性には感心します。今後、
他に試してみたいフレーバーの組み合わせはありますか？間違いない。フルーティーな小麦ビールを試してみようと思っています。ベリーやトロピカルフルーツを加えて風味を豊かにするなどです。それは楽しそうですね。フルーティーな小麦ビールは暖かい季節にぴったりです。きっとヒットするよ。そう願うよ。醸造をすることで、フレーバーに対する私の情熱を探求し、本当にユニークなものを作ることができます。醸造のクリエイティブな手段を見つけたのは素晴らしいことです。その過程で直面した課題はありますか？私が直面した課題の一つは、フレーバーの適切なバランスを実現することでした。ちょうどいいプロポーションを出すには、いくらか試行錯誤が必要でした。そのバランスを見つけるのは難しいかもしれませんが、それはすべて学習プロセスの一部です。君の忍耐力は報われたと思うよ。絶対に。これは学習経験であり、バッジごとに何か新しいことを教えてくれます。継続的改善がすべてです。それは素晴らしい考え方です。継続的な改善は成長につながり、さらに刺激的な醸造実験につながります。ありがとうございます。知識を広げ、フレーバーの限界を押し広げる方法を常に探しています。それがスピリットだ。あなたの醸造への情熱は刺激的です。意欲的なブルワーの多くが、あなたの経験から学びたいと思うことでしょう。そう願うよ。私はいつでも喜んで私の知識を共有し、他の人たちに彼ら自身の醸造の旅に乗り出すよう促します。あなたの熱意は伝染します。探求を続け、実験を続け、素晴らしい作品を作り上げてください。レッスン4、犬の接続。こんにちはアンナ。他の犬の飼い主とおしゃべりできて嬉しいです。これ以上は同意できません。犬好きの仲間に会うのはいつも素晴らしいことです。こんにちは。もちろん、他の犬の飼い主とつながることは素晴らしい経験です。すぐに絆が深まり、理解が共有されます。間違いなく、どこに行っても会話のきっかけとなるビルトインがあるようなものです。私たちのケムクジャラの友達は人々を結びつけます。彼らは本当にそうします。公園でも散歩中でも、犬は社交や新しい友情を築く機会を作ります。犬の飼い主が面白い話をすることが多いことに気づきました。思い出に残る出会いはありましたか？ああ、はい。私は犬を通してあらゆる分野の人々と出会ってきました。ある時、ドッグパークで引退した宇宙飛行士に会いました。信じられない。犬は他の方法では出会わなかったかもしれない人々を私たちに紹介してくれることを示しているだけです。絶対に。犬は年齢、職業、経歴に関係なく人々を結びつけます。それは美しいことです。私は心から同意します。犬には障壁を打ち破り、共同体意識を育む方法があります。彼らは本当にそうします。そして、犬を飼うことの喜びと課題を理解している人々とつながることには、何か特別なことがあります。ヒントを交換したり、ストーリーを共有したり、お互いをサポートしたりできる秘密のクラブの一員であるようなものです。まさに、トレーニングの難しさであれ、面白い逸話であれ、私たちはお互いの経験に共感できます。
トレーニングといえば、犬を飼うのに役立つ効果的なテクニックやリソースを発見しましたか？間違いなく、ポジティブな強化トレーニングの方法は非常に効果的だと分かりました。良い行動に報いることは、私の子犬にとって驚異的な効果をもたらしました。それは素晴らしいアドバイスです。ポジティブな強化は、私たちと犬との間に強い絆を築き、彼らが学び、成長することを奨励します。絶対に。それは関係を強化し、彼らの行動を前向きに形作るのに役立つので、双方にメリットのある状況です。これ以上は同意できませんでした。私たちの犬が元気になり、行儀の良い仲間になるのを見るのはいつもやりがいがあります。本当にそうです。そして一番すごいのは学習が止まらないことです。私たちは生涯を通じて犬に教え、学び続けることができます。それが犬を飼うことの素晴らしさです。私たちにとっても、毛皮で覆われた友人にとっても、絶え間ない成長と発見の旅でもあります。正確に。私たちの犬は、愛と忍耐力、そして今この瞬間に生きることの重要性についての貴重な教訓を教えてくれます。彼らは本当に私たちの最高の教師です。愛犬が私の人生にもたらしてくれる喜びと伴侶に毎日感謝しています。私も同じように感じます。犬には私たちの生活を豊かにし、毎日を明るくする方法があります。よく言った。私たちが共有する犬への愛情が、この会話の中で私たちを結びつけました。あなたとおしゃべりできて楽しかったです。同様に、洞察と経験を共有していただきありがとうございます。これからも犬の素晴らしい世界を祝いましょう。絶対に。これは人間と4本足の仲間との信じられないほどの絆についてです。ウーフ、ウーフ。レッスン後、海岸からの脱出。こんにちは、アンナ。波の音はとても心地よいんじゃないですか？ここにはよく来るの？こんにちは。はい、波の音は信じられないほど落ち着きます。できる限りビーチに行くようにしています。リラックスして自然と触れ合うのに最適な場所です。何があなたをビーチに引きつけますか？ビーチは静けさを感じさせ、日常の喧騒から離れて休憩できます。安らぎのひとときです。これ以上は同意できませんでした。ビーチには心と体を若返らせる方法がある。好きなビーチアクティビティはありますか？海岸線を長く散歩したり、足元の砂を感じたり、波のリズミカルな打ち砕きを聞いたりするのが好きです。それは楽しそうですね。ビーチを歩くのは瞑想的な体験になるし、その瞬間にその場にいることができる。絶対に。テクノロジーから切り離され、自然の美しさに浸るチャンスです。ビーチでウォータースポーツやアクティビティを試したことはありますか？はい、パドルボードを試しました。海岸線を探索して、海を違った視点で見ることができる素晴らしい方法です。それは冒険的ですね。ずっとパドルボーディングをしてみたいと思っていました。難しかったですか？最初は少し難しかったですが、練習すれば簡単になりました。水の中を滑空しながらボード上でバランスを取るのはかなりスリル満点でした。それは印象的です。コンフォートゾーンから出て、
新しい体験を試すのは素晴らしいことです。絶対に。ビーチには冒険や新しいことに挑戦する機会が無限にあります。初めて訪れるビーチに行く人に何かおすすめはありますか？水分補給のため、日焼け止め、ビーチタオル、たっぷりの水を持参することをおすすめします。また、事前に天候や潮の状態を確認しておくのもいいでしょう。それは素晴らしいアドバイスです。ビーチで時間を過ごすときは、安全と準備が不可欠です。間違いなく。海の力を尊重し、警告標識や旗に注意することが重要です。絶対に、ビーチを楽しむときは、常に自分の安全と他の人の安全を優先しなければなりません。そして、ビーチを清潔に保つことを忘れないでください。痕跡を残さずに自分の跡を拾うのは私たちの責任です。全くその通りだ。私たちは将来の世代のためにビーチの美しさを守るべきだ。まさに、ビーチを大切にすることで、ビーチが誰にとっても手つかずで楽しい目的地であり続けることを保証します。よく言った。ビーチへの愛と洞察を共有していただきありがとうございます。これについて皆さんと話し合うことができて光栄でした。レッスン6、効果的なコミュニケーション。アンナさん、こんにちは。定期的なメンテナンスについて、効果的なコミュニケーションについてどう思いますか？こんにちは。特にメンテナンスに関しては、効果的なコミュニケーションが重要です。これにより、全員が同じ認識を持ち、それぞれの役割を理解できるようになります。絶対に、明確なコミュニケーションは、誤解を防ぎ、タスクを効率的に完了させるのに役立ちます。メンテナンス中の効果的なコミュニケーションのコツはありますか？重要なヒントの一つは、メンテナンスタスクの定期的なスケジュールを立てることです。これにより、関係者全員が事前に計画を立て、それに応じてリソースを割り当てることができます。それは素晴らしい提案です。スケジュールを立てておけば、メンテナンス作業が見落とされたり、無期限に延期されたりすることがなくなります。もう一つのヒントは、チームメンバー間のオープンな対話と積極的な傾聴を促すことです。誰もが自分の考えや懸念を気軽に表現できるはずです。アクティブリスニングは非常に重要です。そうすることで、全員の視点が確実に伝わり、より良い問題解決と意思決定につながります。絶対に。誰もが安心して自分の考えを共有できる安全で敬意のある環境を作ることが重要です。メンテナンスの文脈で効果的なコミュニケーションを取るために、他に何か提案はありますか？はい、各メンテナンスタスクには明確な指示と期待事項を提供することが不可欠です。これにより、混乱を防ぎ、作業が正しく行われるようにすることができます。明確な指示が不可欠です。わかりやすくガイダンスを提供することで、より効率的かつ効果的なメンテナンス手順につながります。さらに、図やチャートなどの視覚資料を使用すると、理解が深まり、コミュニケーションが容易になります。視覚補助は、特に複雑なメンテナンス手順を扱う場合に、情報を伝えるための優れたツールです。
最後に、メンテナンスプロセスの有効性を評価し、必要な改善を行うには、定期的なフィードバックと評価が重要です。フィードバックにより、メンテナンス業務を継続的に改善及び改善し、効率的かつ効果的な状態に保つことができます。まさに、継続的なフィードバックを奨励することで、継続的な改善と学習の文化を築いています。これらはすべて、メンテナンス中の効果的なコミュニケーションのための優れた提案です。ご意見をお寄せいただきありがとうございます。どういたしまして。どのようなメンテナンス環境においても、効果的なコミュニケーションが不可欠であり、話し合う機会があったことを嬉しく思います。絶対に、アイデアを交換し、お互いから学ぶことは常に価値があります。最後にご意見やご提案はありますか？最後の提案は、協力的で協力的なチーム環境を作ることです。全員が大切にされ、尊敬されていると感じれば、コミュニケーションはよりスムーズに流れます。それは素晴らしい点です。ポジティブなチームダイナミクスは効果的なコミュニケーションを促進し、メンテナンスの成果向上につながります。間違いなく、これらのコミュニケーション戦略を実施することで、メンテナンスタスクを効率的に、中断を最小限に抑えて完了させることができます。よく言った。知恵と提案を共有していただきありがとうございます。メンテナンスの取り組みでは、引き続き効果的なコミュニケーションを優先していきましょう。レッスン7、フライトファインダー。アンナさん、こんにちは。私はあなたの旅行計画を手伝ってきました。あなたの好みに合うフライトがいくつか見つかりました。乗り継ぎがあるフライトが。こんにちは、それは素晴らしい。乗り継ぎは、新しい街を探索したり、空港でリラックスしたりする機会にもなります。このフライトの乗り継ぎはどこで行われますか？乗り継ぎはドバイで行われます。ドバイは活気に満ちた街で、見事な建築物とたくさんの見どころがあります。ドバイは魅力的に聞こえます。乗り継ぎ時間はどれくらいですか？乗り継ぎ時間は約6時間です。外に出てドバイの味を体験するのに十分な時間を与えてくれるはずです。それは完璧に聞こえます。ずっとドバイに行きたかったのですが、この乗り継ぎは街を垣間見る絶好の機会のようです。この機会にワクワクしてくれて嬉しいです。ドバイは印象的な高層ビル、豪華なショッピングモール、文化体験で知られています。乗り継ぎ時間におすすめのアトラクションやランドマークはありますか？ブルジュ・ハリファは必見です。世界で最も高いビルで、街の素晴らしい景色を眺めることができます。それは信じられないですね。あんな高さから街を見てみたいな。他に探検すべき注目すべき場所はありますか？ドバイモールも人気の目的地です。ショッピング天国であるだけでなく、ドバイ水族館やアンダーウォーターズーなどのアトラクションもあります。そこは探索するのに最適な場所のようですね。私は買い物を楽しんでいますし、水族館はきっと素晴らしい体験になると思います。絶対に。水族館には、サメやエイなど、様々な海洋生物が生息しています。これらの魅力的な生き物を間近で見ることができるまたとない機会です。間違いなくドバイモールと水族館をリストに追加します。
他に何かおすすめはありますか？地元の文化を体験したいなら、あるファヒディ・フォートにあるドバイ博物館への訪問を検討する価値があります。それは興味をそそられます。私はいつも訪れた場所の歴史や遺産について学ぶことを楽しんでいます。ドバイ博物館では、街の過去を知ることのできるほか、伝統的な工芸品や展示品が展示されています。それにも時間を割くようにしておきます。ドバイの現代的側面と伝統的側面の両方をバランスよく体験することが重要です。絶対に、ドバイには伝統と革新のユニークな融合があり、その両側を探索することで乗り継ぎ体験が豊かになります。すべての推奨事項をありがとう。この乗り継ぎとドバイの探索を本当に楽しみにしています。どういたしまして。あなたの旅行計画を手伝うことができて嬉しいです。ドバイで素晴らしい時間をお過ごしください。ありがとうございます。ご協力に感謝します。この乗り継ぎ時間を最大限に活用して、ドバイが提供するすべてのものを楽しみます。安全な旅行、ドバイで思い出に残る体験をしていただければ幸いです。さらにサポートが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。レッスン8、包括的な提案。アンナさん、こんにちは。プロジェクト管理計画を見直しているのですが、考慮すべき点があると思います。こんにちは、それは素晴らしい。必要な要素をすべて網羅した包括的な計画を立てることが不可欠です。どの側面に焦点を当てるべきだと思いますか？リスク管理戦略を計画に組み込むことを検討すべきだと思います。プロジェクトを成功させるには、潜在的なリスクを特定して軽減することが重要です。絶対に。不確実性を最小限に抑え、混乱を防ぐためには、リスク管理が不可欠です。これにどのように取り組むことを提案しますか？効果的なリスク管理戦略を実施するために取ることができる措置を概説する包括的な提案書を作成します。これには、リスクの特定、評価、および軽減手法が含まれます。それは堅実な計画のように思えます。リスクがエスカレートする前に、積極的にリスクを特定して対処することが重要です。提案にはどのような要素を含める予定ですか？提案書では、ブレインストーミングセッションと過去のデータの分析を含むリスク特定プロセスの概要を説明します。これは、プロジェクト中に発生する可能性のある潜在的なリスクを特定するのに役立ちます。それは素晴らしいアプローチです。リスク特定プロセスにチームを巻き込むことで、チームの多様な視点や経験から恩恵を受けることができます。絶対に、潜在的なリスクとそれがプロジェクトに及ぼす影響を総合的に理解することが重要です。特定後、各リスクの可能性と潜在的な影響を評価します。リスク評価により優先順位をつけ、それに応じてリソースを割り当てることができます。これにより、潜在的影響が最も大きいリスクの軽減に集中できるようになります。まさに、リスクを特定して評価したら、それぞれの緩和戦略を策定します。これには、緊急時対応計画、代替アプローチ、または追加リソースが含まれる場合があります。リスクがプロジェクトの目標に与える影響を最小限に抑えるには、緩和戦略が不可欠です。よく考え抜かれた計画を立てることが重要です。さらに、
提案には監視と制御のメカニズムも含まれます。これにより、特定されたリスクをプロジェクトのライフサイクル全体にわたって追跡し、必要に応じて必要な措置を講じることができます。継続的なモニタリングにより、リスク管理に積極的に取り組むことができ、新たなリスクが出現したり、既存のリスクが発生したりした場合に戦略を適用させることができます。絶対に、これらのリスク管理手法を実施することで、プロジェクトの成功の可能性を高め、潜在的な障害を最小限に抑えることができます。プロジェクト計画の一環としてリスク管理を検討できて嬉しいです。これはチーム全体に利益をもたらし、プロジェクトの円滑な実行を保証する積極的なアプローチです。私も同感です。リスクを予測して対処することで、プロジェクトの回復力を高め、望ましい成果をより効果的に提供することができます。包括的な提案を率先して作成していただきありがとうございます。プロジェクトを成功に導いたあなたの専門知識と献身に感謝します。どういたしまして、プロジェクトの成功に貢献できることを嬉しく思います。その提案書は今週末までにレビューできるように準備しておく。レッスン9、市場動向。アンナさん、こんにちは。最新の市場動向について聞いたことがありますか？こんにちは。はい、ずっと彼らを見守っていました。市場は興味深い変化を遂げているようだ。具体的にはどのようなトレンドについて言及しているのですか？私が気づいた重要なトレンドの一つは、持続可能な製品と環境に優しい観光の台頭です。消費者は環境への影響をより意識するようになっています。これは確かにフォローすべき重要なトレンドです。持続可能な製品は環境に役立つだけでなく、倫理的な消費を優先する消費者の共感を呼んでいます。絶対に、持続可能性をビジネス慣行に取り入れている企業は競争力を獲得しつつあり、顧客基盤も拡大しています。企業が変化する消費者の要求に合わせて自社の価値観を一致させているのを見るのは素晴らしいことです。他に注目した傾向はありますか？特筆すべきもう一つの傾向は、さまざまな業界で人工知能と自動化の採用が増加していることです。これは企業の運営方法に革命をもたらしています。AI と自動化は、プロセスを合理化し、効率を高め、意思決定を強化する可能性を秘めています。この分野の進歩を目の当たりにするのは興味深いことです。確かに、機械学習や自然言語処理などの AI テクノロジーは、顧客サービス、医療、さらには運輸部門にも統合されつつあります。さまざまな分野での AI の応用は印象的です。AI は業界を変革し、企業や個人に新たな機会を創出する可能性を秘めています。間違いなく、専門家にとって、これらのトレンドを常に把握し、変化する雇用市場に適応するために必要なスキルを身につけることが重要です。今日のペースの速い世界では、継続的な学習とスキルアップが不可欠です。新しいテクノロジーを取り入れ、今後も求められるスキルを身につけることが不可欠です。テクノロジーの進歩とともに、職場におけるダイバーシティとインクルージョンへの関心も高まっています。企業は多様な視点の価値を認識しつつあります。ダイバーシティとインクルージョンは、イノベーション、創造性、生産性を促進します。組織がよりインクルーシブな環境の構築に向けて積極的に取り組んでいるのを見るのは心強いことです。絶対に、
多様性を受け入れ、インクルーシブな文化を築くことで、企業は優秀な人材を引きつけて維持し、全体的な業績を向上させることができます。これ以上は同意できませんでした。インクルージョンは従業員に利益をもたらすだけでなく、会社の成功にも貢献するため、どの組織にとっても優先事項であるべきです。確かに、これらの市場動向は、成長と革新の機会をもたらします。個人や企業にとって、こうした機会に適応して捉えることは重要です。変化するトレンドに適応することは、今日のダイナミックなビジネス環境において存在感を維持し、成功するための鍵です。今は、こうした変革の一端を担うには刺激的な時期です。常に情報を入手し、積極的に行動することで、変化する市場環境に対応し、情報に基づいた意思決定を行い、個人的及び職業的な成長を図ることができます。これらの市場動向を持ち出していただきありがとうございます。身の回りで起きている変化に気づき、それを有利に活用することが重要です。どういたしまして。これらの話題についてあなたと話し合うのはいつも楽しいです。今後も最新情報を入手し、これらのトレンドがもたらす機会を探っていきましょう。レッスン10、効率的なショッピング。アンナさん、こんにちは。食料品店に行く前に買い物リストを作ってみたことはありますか？こんにちは。はい、買い物リストを作ると助かります。整理整頓に役立ち、何も忘れないようにしてくれます。普段、リストは作るんですか？いや、大抵は必要なものだけをつかむんだ。でも、買い物リストを試して、買い物がもっと効率的になるか試してみようと思っていました。買い物リストを作ることは間違いなく時間を節約し、衝動買いを避けるのに役立ちます。何を買うべきか明確に計画できます。それは本当です。前もって計画を立てていなかったので、実際には必要のないものを買ってしまうことがよくあります。買い物リストを作るにはどのようなプロセスがありますか？まず、自宅にすでに持っているアイテムのインベントリーを取ります。次に、補充が必要な商品と、追加で購入したい商品のリストを作成します。それは体系的なアプローチのように思えます。リストに含める追加項目はどうやって決めるのですか？私は通常、今後の食事、試してみたいレシピ、または特定の材料を必要とする特別な機会を検討します。今週の食事の計画を立てるのに役立ちます。事前に食事を計画することは素晴らしいアイデアのように思えます。土壇場で買い物をする手間を省き、料理に必要なものがすべて揃っていることを確認できます。絶対に。事前に計画を立てることで、より健康的な選択をし、不必要なスナックや加工食品の購入を避けることもできます。その点については考えていませんでした。確かに、リストがないと、たとえそれが最も健康的な選択肢でなくても、目を引くものは何でもつかむ傾向がある。リストを作成しておくと、健康的な食事、予算の維持、食品廃棄物の削減など、目標に集中できます。それは理にかなっています。また、衝動買いを避け、必要なものだけを買うことで、お金を節約することもできました。間違いなく。リストを作成するもう一つの利点は、ストアをより効率的にナビゲートできることです。項目をセクションごとにグループ化し、論理的なルートをたどることができます。それは良い点です。買い物ルートを計画していなかったので、通路を行ったり来たりすることがよくある。
リストがきちんと整理されていると、店舗内をより迅速に移動でき、時間とエネルギーの両方を節約できます。買い物リストを作成すると、買い物体験全体が本当に合理化されるようです。やってみることに確信が持てます。それを聞いて嬉しいよ。君にはそれが有益だと思うよ。アイテムがなくなったり、必要な新しいものを見つけたりしたら、忘れずにリストを最新の状態に保ってください。それは絶対に心に留めておきます。買い物リストへのアプローチを教えていただきありがとうございます。あなたの洞察に感謝します。レッスン11、必見のアトラクション。アンナさん、こんにちは。新しい街への旅行を計画しています。必見のアトラクションについて何かアドバイスはありますか？こんにちは。絶対に見逃せない素晴らしいアトラクションがたくさんあります。どんなアトラクションに興味がありますか？史跡、博物館、自然のランドマークを探索するのが好きです。ユニークな文化体験ができるものなら何でもいいと思います。その場合は、必ず市内の歴史地区を訪れてください。保存状態の良い建物がたくさんあり、街の過去を垣間見ることができます。それは魅力的に聞こえます。いろいろな場所の歴史について学ぶのが大好きです。チェックすべき特定のランドマークや美術館はありますか？見逃せない象徴的なランドマークの一つは、街の有名な大聖堂です。見事な建築物と歴史的意義で知られています。豊かな歴史と美しい建築物のある大聖堂は必見のようです。必ずリストに追加しておきます。さらに、市内には有名な美術館があり、古典芸術と現代美術の両方の膨大なコレクションを所蔵しています。私はアートの大ファンなので、美術館を訪れることは間違いなく優先したいことです。推薦ありがとうございます。どういたしまして。探索する価値のあるもう一つのアトラクションは、市内の植物園です。様々な植物が生息する穏やかなオアシスです。植物園は、リラックスして自然を鑑賞するのに最適な場所のようです。そのために少し時間を割くようにするよ。絶対に。賑やかな街から離れた静かな場所で、自然と再会する機会を与えてくれます。それはまさに私が旅行中に必要なものです。この地域の自然のランドマークや景勝地はどうですか？近くの丘から街を見下ろす息を飲むようなビューポイントがあります。スカイラインのパノラマの景色を眺めることができ、特に日没時には素晴らしいです。うわぁ、展望台から夕日を眺めるのは魔法のように聞こえます。その美しさを捉えるために、必ずカメラを持参します。間違いなく絵に描いたような完璧なスポットです。そこでは素晴らしい写真撮影の機会があります。あなたが言及したこれらすべてのアトラクションにワクワクしています。他にも、おすすめできる隠れた名所や地元の体験はありますか？ユニークな地元体験をしたいなら、街の活気に満ちたフードシーンを探索してください。地元のレストランや屋台がたくさんあり、ぜひ試してみてください。地元の料理を試すことはいつも私の旅行のハイライトです。私は間違いなく地元の味にふけり、料理シーンを探求するつもりです。それは素晴らしいアイデアです。食べ物は地元の文化に浸り、新しい味を発見するのに最適な方法です。絶対に。
この冒険に乗り出し、これらすべての素晴らしいアトラクションを探索するのが待ちきれません。推薦していただきありがとうございます。どういたしまして。街を探索したり、これらの必見のアトラクションを訪れたりして、素晴らしい時間を過ごせると思います。旅行を楽しんでください。ありがとうございます。ご指導ありがとうございます。旅を最大限に生かして、いつまでも心に残る思い出を作れるように頑張ります。お役に立ててよかったです。素晴らしい旅を。安全な旅をして、冒険のあらゆる瞬間を楽しんでください。私がします。貴重なご提案をありがとうございました。帰ったら必ず私の経験を分かち合います。レッスン12、デジタル広告のトレンド。アンナさん、こんにちは。デジタル広告の分野における最近の傾向に気づきましたか？こんにちは。はい、最近、デジタル広告にはいくつかの興味深い進展がありました。最新のトレンドの一つはインフルエンサーマーケティングです。最近、インフルエンサーマーケティングはどこにでもあるようです。それが何で、どのように機能するのか説明してもらえますか？確かに、インフルエンサーマーケティングには人気のソーシャルメディアパーソナリティや多くのフォロワーを持つコンテンツクリエイターとのコラボレーションが含まれます。彼らは視聴者に製品やサービスを宣伝します。ああ、なるほど。そのため、企業はこれらのパーソナリティの影響力とリーチを活用してブランドを宣伝しています。これは効果的な戦略なのでしょうか？はい、非常に効果的です。インフルエンサーには忠実で熱心なオーディエンスがいることが多いため、インフルエンサーのレコメンデーションは消費者行動に大きな影響を与える可能性があります。それは理にかなっています。デジタル時代の口コミ広告のようなものです。他に注目すべき傾向はありますか？もう一つの傾向は、デジタル広告におけるインタラクティブコンテンツの使用です。ブランドは、ユーザーの注目を集めるために、クイズ、投票、インタラクティブ動画などの魅力的な体験を制作しています。インタラクティブコンテンツは、広告をより魅力的で記憶に残るものにするための優れた方法のように思えます。視聴者に楽しさと双方向性をもたらします。まさに、注目を集めるだけでなく、積極的な参加を促し、ユーザーにとって広告体験をより楽しくします。それがどのように効果的かがわかります。人々は、交流したり体験の一部になったりできるコンテンツを覚え、それに引き込まれる傾向が高まります。絶対に。これにより、ブランドとオーディエンスの間に双方向のコミュニケーションチャンネルが生まれ、より深いつながりが育まれます。広告主が探求している新しいトレンドは他にありますか？パーソナライゼーションはデジタル広告のもう一つの重要なトレンドです。ブランドはデータとアナリティクスを活用してカスタマイズされた関連性の高い広告を個々のユーザーに配信しています。ビッグデータの時代においてパーソナライゼーションはますます重要になっています。特定の興味やユーザー層に合わせて広告をカスタマイズすることでエンゲージメントとコンバージョン率を向上させることができます。間違いなく、パーソナライズされた広告を配信することで、ブランドはオーディエンスによりターゲットを絞ったパーソナライズされた体験を提供できます。それは本当です。適切なメッセージを適切な人に適切なタイミングで届けることが全てです。これにより、全体的なユーザーエクスペリエンスが向上します。まさに、
広告主も人工知能や機械学習などのテクノロジーを活用してデジタルキャンペーンを最適化しています。AI と機械学習はデジタル広告に革命を起こす可能性を秘めています。膨大な量のデータを分析し、リアルタイムで最適化してより良い結果を得ることができます。絶対に。これらのテクノロジーは、広告主がパターンを特定し、消費者の行動を予測し、広告掲載を最適化して最大の効果を得るのに役立ちます。テクノロジーが広告環境をどのように形作っているかは興味深いものです。広告主は競争力を維持するために、これらのトレンドを常に把握しておく必要があります。確かに。デジタル広告環境は絶えず進化しており、効果的なキャンペーンを行うためには、最新のトレンドを常に把握することが不可欠です。これらの洞察を共有していただきありがとうございます。デジタル広告の最新動向についての理解が深まりました。レッスン13、日焼け防止のための旅行の必需品。こんにちはアンナ。私は熱帯の目的地への旅行を計画しています。何を詰めるべきかアドバイスはありますか？こんにちは、ワクワクしますね。トロピカルな旅行先なので、日焼け防止のための必需品を用意することが重要です。日焼け止めは必須アイテムです。絶対に日焼けしたくない。どの SPF 日焼け止めがおすすめですか？ SPF は30以上の広域スペクトルの日焼け止めを使用するのが最善です。これにより UVA 光線と UVB 光線の両方から十分に保護されます。知っておくと良い。太陽の有害な影響から肌を守るために、適切な SPF の日焼け止めを必ず詰めます。それは賢明な決断です。特に屋外で長時間過ごす場合は、日焼け止めをたっぷりと塗り、数時間ごとに塗り直すことを忘れないでください。そうします。他に考慮すべき日焼け止めの必需品はありますか？つばの広い帽子は日焼け防止に最適なアクセサリーです。顔、首、肩を直射日光から遮るのに役立ちます。つばの広い帽子は、おしゃれで実用的な保護方法のように思えます。パッキングリストに追加しておきます。さらに、UV 保護機能を備えたサングラスは不可欠です。有害な紫外線から目を保護し、目の損傷のリスクを軽減します。サングラスは忘れたくない。目を保護してくれるだけでなく、コーディネートをスタイリッシュにしてくれます。思い出させてくれてありがとう。どういたしまして。日焼け防止服も考慮すべき点です。紫外線を遮断する精緻で作られた軽量で長袖のシャツやズボンが良い選択かもしれません。それは素晴らしい提案です。日焼け防止服は、特に野外活動中に太陽光線に対する防御を強化します。絶対に。特に日差しが特に強い熱帯地域では、日光への露出に注意することが重要です。暑い時期に水分補給ができるように、水も十分に用意しておきます。特に屋外で過ごすときは、水分をたくさん飲むことが重要です。それは賢い考えだ。特に温暖な気候では、水分補給は健康全般にとって不可欠です。これらの役立つヒントをありがとう。太陽から身を守りながらトロピカルアドベンチャーを楽しむ準備が整いました。
どういたしまして。不快感や健康上のリスクを避けるために、日焼け止めを優先することは常に重要です。素晴らしい旅を。私がします。改めて、ご指導ありがとうございます。これからの美しいビーチと晴れの日を楽しみにしています。ワクワクしています。太陽、砂、そして素晴らしい体験をお楽しみください。安全な旅を。ありがとうございます。それを最大限に生かすようにするよ。帰ったら旅行の話をするよ。レッスン14、朝食の選択。こんにちはアンナ。私は大抵その日の少し遅くに朝食をとります。好きな朝食は何？こんにちは。朝食はその日の私のお気に入りの食事です。新鮮なフルーツと蜂蜜をトッピングしたボリュームたっぷりのオートミールで朝を始めるのが大好きです。おいしそうだね。オートミールはヘルシーでボリュームたっぷりの朝食に最適です。フルーツと蜂蜜を加えて風味を良くしてみないと。一日をスタートさせるシンプルで栄養価の高い方法です。あなたはどう？よく食べる朝食は何？私はおいしい朝食のファンです。野菜をソテーし、全粒粉トーストを添えてスクランブルエッグを作るのが好きです。タンパク質がたっぷり入った満足のいく朝食のようですね。卵に野菜を加えることは余分な栄養素を取り入れるのに最適な方法です。絶対に、一日の早い時間に野菜を食べるのにおいしい方法だ。他に好きな朝食はありますか？はい、私のもう一つのお気に入りはクラシックなアボカドトーストです。完熟したアボカドを全粒粉パンにすりつぶし、その上に塩、胡椒、レモンを絞って振りかけるのが好きです。アボカドトーストは非常に人気があり、それには正当な理由があります。シンプルだけど美味しい選択肢です。いつかやってみないと。それは間違いなく試してみる価値があります。アボカドのクリーミーさとトーストのサクサク感が相まって最高の組み合わせです。確かにそのように聞こえます。私はいつも新しい朝食のアイディアを探して、いろいろと混ぜ合わせています。他に好きな朝食料理はありますか？はい、スムージーボールを作るのも好きです。フローズンフルーツにヨーグルトや植物由来のミルクをブレンドして、グラノーラ、ナッツ、シードなどの様々なトッピングをトッピングしています。スムージーボールは爽やかなだけでなく、カスタマイズも可能です。トッピングを工夫して、お気に入りのフルーツやナッツを加えることができます。その通りだ。栄養たっぷりの朝食を楽しくてカラフルな方法で食べられます。さらに、朝の軽い食事を好む人にも最適です。それは絶対に心に留めておくよ。特に暖かい季節には素晴らしい選択肢のようですね。これらの朝食のアイデアを共有していただきありがとうございます。どういたしまして。朝食は大切な食事です。いろいろな選択肢があるのはいつでもいいことです。インスピレーションを与えることができて嬉しいです。感謝しています。いろいろな朝食料理を試してみると、朝がもっと楽しくなる。どうなったか教えてあげよう。ぜひやってください。あなたの朝食の実験について聞きたいです。さらにアイデアやレシピが必要な場合は遠慮なく聞いてください。私がします。ご提案ありがとうございます。
新しい朝食フレーバーを探求するのを楽しみにしています。レッスン15、ショッピングモールのナビゲーション。アンナさん、こんにちは。私はショッピングモールにいて、特定の店を探しています。道順を教えてもらえますか？こんにちは。もちろん、喜んでお手伝いします。どの店を探してるの？電気店を探してるんだ。どこにあるか知っていますか？はい、下の階にあります。そこへはエスカレーターで降りることができます。素晴らしい。エスカレーターに行って下の階に降ります。道順をありがとどういたしまして。標識に必ず従ってください。そうすれば簡単に道が見つかるでしょう。そうします。ところで、下の階にもフードコートがあるか知っていますか？はい、あります。下の階に上がると、フードコートに様々な飲食店があります。それは便利です。買い物が終わったら、ちょっと食べようかな。その情報に感謝するよ。全く問題ありません。お買い物とお食事を楽しんでください。他に何か助けが必要なことはありますか？実は、本屋も探しています。このモールに何かあるか知ってる？はい、本屋があります。上の階にあります。エスカレーターで上がるか、エレベーターを使えます。さて、本屋は上の階にあります。エスカレーターかエレベーターが上がるのを見守っておきます。知らせてくれてありがとう。どういたしまして。より具体的な道順が必要な場合は、いつでもモールのスタッフに尋ねることができます。喜んでお手伝いします。う。それはいい考えだ。道が見つからなかったら助けを求めるよ。このような大きなショッピングモールでは、必ず誰かに案内してもらうといいですね。絶対に。大きなモールは圧倒されるかもしれませんが、少しのガイダンスがあれば、ナビゲートがずっと簡単になります。全く同感です。改めて、ご協力いただきありがとうございます。モールを探索して、必要なものを見つけることに自信が持てるようになりました。お手伝いできて嬉しいです。ショッピングを楽しみ、ショッピングモールを探索して楽しい時間を過ごしてください。私がします。もう一度、ありがとう。他にご不明な点がある場合や、興味深い店舗が見つかった場合は、お知らせします。それは素晴らしいですね。あなたのショッピングの冒険について聞くのを楽しみにしています。気をつけて。ありがとうございます。すぐに話します。素敵な一日を。レッスン16、タスクの優先順位付け。アンナさん、こんにちは。今日は完了すべきタスクがたくさんあります。タスクに優先順位をつけ、一つずつ取り組むにはどうすればよいでしょうか？圧倒されてしまいそうです。こんにちは。それがどれほど圧倒されるか理解できます。私が使っている方法の一つは、トゥードゥーリストを作成し、緊急性と重要性に基づいてタスクに優先順位をつけることです。それは良いアプローチのように思えます。どのタスクが緊急で、どのタスクが待機可能かを判断するにはどうすればよいでしょうか？締め切りと各タスクが自分の目標やプロジェクトに与える影響を考慮します。
締め切りが近いタスクや自分の仕事に大きな影響を与えるタスクが優先されます。それは理にかなっています。したがって、目標を効果的に達成するには、期限と重要度に基づいてタスクに優先順位をつけます。まさに、最初にやるべきことに集中することで、より効率的に作業でき、圧倒されることもなくなります。そのメリットがわかります。すべてのタスクが重要に思えるのに、どのタスクから始めるかを決めるのが難しいと感じることがあります。難しいこともありますが、別の便利な戦略は、大きなタスクをより小さく、より管理しやすいタスクに分割することです。こうすることで、一つずつ取り組むことができます。それは素晴らしい提案です。タスクを小さなステップに分けることで、困難が軽減されます。一度に一つのステップに集中する方が簡単です。絶対に。また、小さなタスクを一つ一つ完了するにつれて進歩感が得られ、モチベーションを高めることができます。私も同感です。進捗状況を確認したり、完了したタスクを確認したりするのはモチベーションが上がります。一日を通して集中力とモチベーションを維持するのに役立ちます。さらに、各タスクに特定のタイムスロットを割り当てると便利です。特定のタスクに時間を割くことで構造を作り、マルチタスクを回避できます。それは良い点です。マルチタスクは生産性の低下につながることがよくあります。一度に一つのタスクに集中することで、集中力を高め、仕事の質を高めることができます。間違いなく、一つのタスクに全力を注ぐことで、そのタスクをより効率的に完了し、より良い結果を得ることができます。私は間違いなくこれらの戦略を試してみます。タスクを小さなステップに分割し、優先順位を設定し、各タスクに専用の時間を割り当てることで、ワークロードをより適切に管理できるようになります。それを聞いて嬉しいよ。これらのテクニックは、整理整頓を保ち、効果的に目標を達成するのに役立つと確信しています。これらの貴重なヒントを共有していただきありがとうございます。ご指導に感謝します。どうなるか教えてあげよレッスン17、旅行先の探索。アンナさん、こんにちは。休暇の計画を立てようと思っていました。すごいですね。普段、旅行先の情報はどうやって探しているんですか？こんにちは。私は旅行先を調べるのが大好きです。インスピレーションを得るために、旅行ブログを読んだり、旅行ウェブサイトを閲覧したりすることから始めることが多いです。それは素晴らしいアイディアだ。旅行ブログやウェブサイトは、貴重な洞察やおすすめを提供してくれます。どの目的地をさらに探索するかをどうやって決めるのですか？自分の興味や好みに合った目的地を探しています。例えば、自然とハイキングが好きな場合は、美しい風景やハイキングコースで有名な目的地を探します。それは賢いアプローチです。旅行体験を最大限に活用するには、自分の興味に合った目的地を選ぶことが重要です。他に頼りにしている情報源はありますか？はい、インスタグラムやピンタレストなどのソーシャルメディアプラットフォームも役に立ちます。旅行アカウントをフォローして、興味のある目的地に関連する特定のハッシュタグを検索しています。それは素晴らしいヒントです。ソーシャルメディアプラットフォームは、他の旅行者が共有する旅のインスピレーションや実際の体験の宝庫です。新しい場所を視覚的に発見できる方法です。絶対に。
写真を見たり、個人的なストーリーを読んだりすることで、目的地が提供するものをよりよく理解し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。私も同感です。他の人の経験を聞くことはいつも役に立ちます。他に利用しているリソースはありますか？私が価値があると思うもう一つのリソースは、旅行フォーラムとオンラインコミュニティです。旅行者が自分の体験に基づいたアドバイス、ヒント、おすすめを共有するフォーラムに参加しています。それは素晴らしい提案です。オンラインコミュニティで他の旅行者と交流することで、特定の質問をしたり、パーソナライズされたおすすめを得たりすることができます。間違いなく、志を同じくする人々とつながり、興味のある目的地に関するインサイダー情報を収集するのに最適な方法です。それは素晴らしい。忘れられない休暇を計画するためのインスピレーションや役立つ情報がたくさん見つかるはずです。これらの貴重なヒントを共有していただきありがとうございます。ご指導に感謝します。この旅行計画の冒険に乗り出すのを楽しみにしています。レッスン18、生産性と時間管理。アンナさん、こんにちは。生産的な一日を過ごしてください。こんにちは。はい、かなり忙しかったです。おはよう。あなたはどう？生産性を維持できましたか？おはようございます。はい、時間を効果的に管理し、生産性を維持するために最善を尽くしてきました。しかし、それは必ずしも容易ではありません。生産性を維持するための戦略はありますか？絶対に。私が役立つと思う戦略の一つは、その日の明確な目標を設定することです。タスクに優先順位をつけ、トゥードゥーリストを作成して、整理して集中できるようにしています。それは素晴らしいアプローチです。目標を設定してトゥードゥーリストを作成すると、方向性がわかり、注意散漫にならないようにすることができます。日中にやってくる注意散漫にどう対処していますか？気が散った時は、タイムブロッキングを練習して、その影響を抑えるようにしています。集中した仕事に特定の時間枠を割り当て、中断を最小限に抑えます。タイムブロッキングは効果的ですね。特定の時間を集中的な仕事に充てることで、体系的なルーチンを作成し、見過ごされる可能性を減らすことができます。まさに。また、定期的に休憩をとって充電し、生産性を維持することも重要です。短い休憩は実際に集中力と創造性を高めることができます。私も同感です。生産性を維持し、燃え尽き症候群を避けるには、休憩を取ることが重要です。少し離れて、新たな視点を持って戻ってくるのは新鮮です。私が役に立つと思うもう一つの戦略は、ポモドーロテクニックの練習です。25分間集中して作業し、その後に短い休憩を取ります。集中力と生産性を維持するのに役立ちます。ポモドーロテクニックは面白そうですね。集中的なバーストや休憩時間を設け、仕事を小さく管理しやすい単位に分割すると、勢いと生産性を維持するのに役立ちます。絶対に。これは多くの人が効果的だと感じているテクニックです。さらに、緊急度と重要度に基づいてタスクに優先順位をつけると、重要なタスクを最初に完了させるのに役立ちます。それは賢いアプローチです。
緊急度と重要度に基づいてタスクに優先順位をつけることで、最も重要な項目に効率的に取り組み、不必要なストレスを避けることができます。最後に、生産性は単に物事を成し遂げることだけではないことを覚えておくことが重要です。また、自分自身を大切にすることも大切です。セルフケアを優先し、健康的なワークライフバランスを維持することは、長期的な生産性に貢献します。健康を大切にすることは、持続可能な生産性と全体的な幸福にとって不可欠です。仕事と私生活のバランスを取ることは極めて重要です。絶対に。その健全なバランスを見つけることが全てです。これらの戦略を実行し、意識的な選択をすることで、生産性と幸福感を最大限に高めることができます。これらの貴重な洞察を共有していただきありがとうございます。ご指導に感謝します。これらの戦略をルーティンに必ず取り入れるつもりです。どういたしまして。手伝えてよかった。柔軟に対応して自分に最適なものを見つけることを忘れないでください。継続的な生産性と成功をお祈りします。それを心に留めておきます。ありがとうございます。素晴らしい一日を過ごして生産性を保ちましょう。すぐに話しましょう。